ご視聴ありがとうございます。フレームワークスです。今回は年末にアップロードした旧キット100分の1ガンダムの回収箇所の詳細をご紹介していこうと思います。それでは早速見ていきましょう。まずは脚部の切り離しです。切り離したい部分は足首のアンクルガードの上面の境界線で切ろうと思っています。この複雑な境界線にノコギリを入れるのは難しいので、エナメル割りという技法を使って切り離していこうと思います。エナメル割りはエナメル溶剤のプラスチックの侵食作用を利用してプラパーツの切断を行う技法です。映像は切断したい箇所にエナメル溶剤を流し込むための溝を掘っているものです。筋彫りではないのでかなり深めに掘っていきます。ある程度掘り込んだらエナメル溶剤を流し込んでいきます。墨入れと同じ要領で流し込んでいきますが、墨入れの時よりもちょっと多めに流し込んでおきます。溶剤を流し込んで 1,2 分置いた後、切り口をさらにデザインナイフなどで深く掘り込んでいきます。この時点で切り口は結構もう柔らかくなってはいるんですが、ここは焦らずにこの工程を2度3度繰り返していって、だんだんと切り口を深くして最終的に切り離していきます。こんな感じで境界面で綺麗に切断することができるんですが、映像のようにですね、彫り込みが浅かった部分がちょっと残ってしまう場合があります。この場合焦らずに、もう一度ですねデザインナイフなどでしっかりと切り込みを入れていきます。はい、こんな感じで切断できました。次に切断面をヤスリで整えていくんですが、このパーツの場合ですね、裾の部分が両サイドに広がっているような形になっているので、パテで裏打ちをして広がりを抑えるように削り込んでいきます。切り口と裾の部分をヤスリで鳴らした感じはこんな感じに仕上がります。続いて切断した部分に関節を埋め込むための内部フレームを自作していきます。今回は 1mm プラ板を貼り合わせて内部フレームを作りました。関節にはホビーベースのボールジョイントを使用しました。自作したフレームにボールジョイントを埋め込むとこんな感じになります。この自作フレームを外装に装着するとこんな感じになります。時間は遡るんですが、旧キットはですね、作りが結構甘い感じがあるので、こういった、パーツの境目ですとか、筋彫りですよね、筋彫りが結構甘く入ってたりするので、その部分に関してはしっかりと筋彫りを彫り直していきます。次に太ももです。太もももすねと同様に内部フレームを作って、そこにボールジョイントをはめ込んでいきます。まずは元々の接続ジョイント部分を切り取ってヤスリで鳴らしていきます。ヤスリで鳴らし終わったら
ボールジョイントを通す穴を開けていきます。足首部分で作った内部フレームと同様に 1mm プラ板を重ねて作った内部フレームを仕込んでいきます。天井部分と持久系までの長さはぴったりに製作しています。こうすることでボールジョイントをはめる時の上からの圧力にも耐えられるように強度を確保しています。先ほど穴を開けた部分から内部フレームにも同様に穴を開けておきます。次に腰部の回収です。ボールジョイントの両脇に 0.8mm の真鍮線を刺してあります。これをダブ軸代わりにして、もともとコアファイターを受け止めるためのパーツが刺さっていた軸受けに刺していきます。この状態ではまだしませんが、最終的には軸受けの方にパテを盛り込んでがっちりと固定する予定です。先ほどの状態のままだとボールジョイントがチューブラリンの状態になっていたので、 1mm プラ板を下に挟み込むことでボールジョイントの軸を支えて強度を確保しています。腰部はこんな感じになります。次に胸部の回収です。映像はすでに両サイドを 2mm カットした状態になります。切断面にマスキングテープを貼って型を取って 1mm プラ板で蓋を作っています。接着後にヤスリがけをしてさらに斜めにカットします。ここにも先ほどと同じ要領で蓋を作って接着します。そしてヤスリがけをして境界面をならした状態がこちらです。次にコックピットハッチ部分をカットしていきます。カットしてヤスリで鳴らした状態がこちらです。ここに 1mm プラ板でコックピットハッチを自作していきます。映像がうまく撮れていなかったので一気に完成形まで飛びます。申し訳ございません。次は腕部の回収を見ていきます。マニピュレーターパーツはブリックワークスの 80s パワーハンドというのを使用しました。このマニピュレーターパーツをはめ込んでいく工作を行っていきます。こちらも他の内部フレームと同様に 1mm プラ板を貼り合わせてフレームを作りました。今ご覧いただいている映像は左腕の内部フレームになるんですが、こちらにだけネオジウム磁石を仕込んでおります。位置が決まったら接着していきます。前腕はこんな感じになります。次は上腕と肩アーマーです。腕と胴体をつなぐボールジョイントを通す穴を開けていきます。穴を開ける部分にはあらかじめ毛書き針で印をつけています。
こんな感じで肩ハマーと上腕部分に穴を開けました。時間はちょっと戻るんですが、胴体を回収している最中に肩ハマの位置を決めて、ボールジョイントを通す穴をですね、胴体部分の方にも開けていきます。こんな感じで穴を開ければ位置ずれが起きにくくなると思うのでおすすめです。上腕部分の回収はこんな感じで、上腕にもボールジョイントを仕込んであります。肘関節は 3mm 穴を丸々貫通させるように開けて、塗装後にそこに 3mm プラ棒を差し込んで肘関節にするように後はめ加工をしてあります。続いて腹部の回収です。腹部は 1mm プラ板を使って丸々新規造形しました。左右対称の構造なので、同じ形のプラ板を2枚ずつ作れば、それを箱型に組み合わせていくことで割と簡単に腹部を製作できます。同じ形のプラ板を複製するのは映像のように2枚のプラ板を瞬間接着剤でちょん付けして、それをヤスリで削り込んで同じ形にしていきます。削り込んでぴったり同じ形になったら瞬間接着剤を剥がしていきます。こんな感じで何種類か同じ形のプラ板を複製して腹部を構築していきます。完成した腹部がこちらです。上面と下面で2つに分けて製作しました。最後にこれを接着して腹部の完成となります。頭部は造形自体は変更していないのですが、バルカン部分にメタルパーツを埋め込むのと首を可動式に変更しています。塗装後にこの穴にメタルパーツを埋め込みます。首も 1mm プラ板で新規造形してボールジョイントを埋め込んであります。お次はバックパックの回収です。バックパックは両サイドにパテを持ってボリュームをアップしています。胴体をかなり幅詰めしているので、このままだと横に広すぎるので、中央部分で 2mm カットして幅詰めを行っています。こんな感じで思い切って真っ二つにしてしまいます。そして接着剤を流し込んで溶着していきます。映像では映ってないんですが、裏側ですね、見えない部分は瞬間接着剤も流し込んで補強してあります。合わせ目が出ますんで合わせ目も処理していきます。今回難しかったのがこの細い部分の合わせ目消しですね。映像のようにピンセットで紙やすりをつまんで、頑張って合わせ目を消しました。表面を整えた感じはこんな感じです。裏側にネオジウム磁石も仕込んであります。バーニアはウェーブのバーニアパーツを使用しました。次にビームサーベルの回収です。サーベル部分は邪魔でしかないのでカットしてしまいます。で一応見栄え重視用にサーベルエフェクトをつけられるように真ん中に穴を開けていきます。毛かき針を使って穴を開ける部分に印をつけておきます。
サーベルエフェクトは MG など100分の1についているサーベルエフェクト SB1 に合うように、穴を開けておきます。はい、サーベルエフェクトをつけるとこんな感じになります。最後にシールドの回収です。シールドは持ち手部分をオミットして接続をネオジム磁石でできるようにしました。ネオジウム磁石を仕込むジョイント部分も 1mm プラ板で製作してあります。ネオジウム磁石のギミックがちゃんと成立しているかどうかを確認しておきます。プラが厚すぎて磁力が通らなかったり、そもそも磁石の向きが逆だったりするとこのようにひっつかないので、この時点でしっかり確認しておきます。バックパックも同様にちゃんとひっつくかどうかを確認しておきます。はい、ということで以上がQキット100分の1ガンダムの回収の詳細になります。このキットはQキットということもあって、造形はやっぱり今の目で見てしまうとどうしても仕方ない部分はあるんですが、がっつり回収が必要なのは胸部ぐらいかなという印象です。関節を追加したりしている部分以外はですね、基本的にキットのままの状態をほとんど使っていますので、それぞれのパーツの造形は昔ながらのイメージが残ってて、かなりいい印象がありました。はい、それではですね、最後に塗装完成品の状態をご覧いただきながら、締めていこうかと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いいたします。この作品のフォトギャラリーはダイジェスト版の方に掲載しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。